株式市場ではさらなる下落に身構える人が多くなり、最近は悪いニュースばかりが目につくようになっています。例えば先日のジャクソンホールでは、パウエル議長は明確にインフレを押し下げるために行動するとし、そのためには労働市場や家計に痛みが伴う可能性が高いことに言及しました。2007年のハウジングバブルを言い当て大儲けをし、一躍時の人となったマイケル・バリーは最近すべての株を売り払っています。歴史学者でもあるニーアル・ファーガソンは、戦争が起こるときインフレは加速し始め、今回のケースは1970年代よりもかなり悪い状態にあると警鐘を鳴らしました。数年前から株式市場はスーパーバブルにあるとして、それが弾けるとき未だかつてない大きな痛みが発生するだろうと警告してきたジェレミー・グランサムは、アメリカのスーパーバブルが弾けるのはこれからだとコメントし、我々はスーパーバブルの終盤に入り始めているとのレポートを最近出しました。ジェレミー・グランサムは1980年代の日本の不動産バブル、2000年のドットコムバブル、そしてもちろん2008年のサブプライムバブルを言い当てたことで有名で、バブルの研究家としても活動しています。そんなジェレミー・グランサムが、我々はスーパーバブルの最終段階に入りつつあるとレポートを発表したんです。このレポートによると、市場の動きのうち 85% の割合で市場は通常通り動くと言います。つまり市場は上がったり下がったりしつつ、全体的には少しずつ上昇していくというものです。この状態では多くの投資家が満足しているものの、対して大事な時期ではなく、残りの 15% の時期が投資家にとって非常に大切な時だとジェレミー・グランサムは言っているんです。この 15% のうち 12% の時期において、不合理に楽観的な考えが市場を支配し、多くの IPO が起こり、赤字の会社でも将来の成長率を織り込み、株価がどんどん上がっていきます。これはこの2年間まさに起きてきたことですよね。そして残りの 3% の時期については、投資家がパニックを起こし投げ売りが見られると言っています。全体の 3% なので、チャンスは非常に限られていることがわかります。ジェレミー・グランサムが言うパニック売りは2008年や1974年に起きました。1974年のケースで言うと、 PE レシオで見た場合、多くの株において 2.5 倍という信じられないほどのところまで叩き売られるという事態が起きたんです。現在 S&P の PE レシオはおよそ20倍のところにあり、過去平均が15倍程度なので、現状はまだ平均より高いところにあるということがわかります。 PE レシオ 2.5 倍と聞くと、当時の人々の恐怖が垣間見えるような気がします。株の価値がゼロになると言って売りが売りを呼び、パニック状態だったことが容易に想像できます。ジェレミー・グランサムは同じような規模感のパニックが来るだろうと予測しているんです。ジェレミー・グランサムは3シグマのイベントが起こるとき、スーパーバブルが起きると言っています。統計的に市場が平均よりもプラスマイナス3シグマを超える確率は非常に低いことから、ジェレミー・グランサムはこれが起きたとき、市場は特別な状態にあると言います。こうした正規分布に基づいた考え方は現代金融工学の基礎ともなっていますが、実は株式市場ではある意味危険な考え方でもあるんです。株式市場では時に正規分布に収まりきらない事態が起こり得るためです。もちろん確率論の話だけではなく、バブルの歴史研究家としても名高いジェレミー・グランサムの意見を聞くことは決して無駄ではないでしょう。それではジェレミー・グランサムの言うスーパーバブルのステージというものを見ていきましょう。スーパーバブルが形成される背景には、もちろん低金利が長い間続いたということがあります。お金を借りるコストが極めて低いため、たくさん借りてたくさん投資をした人が競争に勝つ可能性が非常に高くなるため、多くの人が競ってお金を借りてとにかく投資をしようとするんです。いわゆるスーパーバブルの始まりです。これが第一段階で、私たちがすでにこの段階を経験したということに異議を唱える人は少ないはずです。第2段階はセットバックと呼ばれる時期です。この時期には何か政治的なイベントや重大な出来事が起こり、人々が一旦落ち着き、マーケットがずっと上がり続けることは不可能なんじゃないかと思い始めます。この時市場はやや売られ、バリエーションは以前に比べ割安に見えます。以前よりも割安に見えることから、市場はベアマーケットラリーの段階へ入っていきます。私たちの経済は非常に強いというちょっと前のパウエル議長のコメントみたいな感じです。ベアマーケットラリーでは以前の高値までは戻さず、半分ぐらいのところまで戻していきます。これも最近私たちが目撃したこととかなり似ていますよね。そして最終段階のファンダメンタルズが崩壊のフェーズに入っていき、株価は安値をつけるというものです。ジェレミー・
グランサムによると、こうしたパターンは過去の中で何度も繰り返されてきたと言います。そして今回もまさに同じことが起きるだろうと言っているんです。過去のスーパーバブルの例で見てみましょう。過去に初めてこの事象が起きたのは1929年です。S&P500 は当時の最高値である 31.83 ポイントをつけました。1929年9月のことです。その後1ヶ月で株価は 10% 程度下がり、この時点で株価は前回の高値よりも割安な水準に落ちており、魅力的だと判断した投資家たちの買いが入り、一旦30ポイント台まで戻しますが、その後20ポイントまで大きく下落します。高値から 36% 程度の下落です。もちろんこの時点で株価がバーゲンセールだと思った投資家たちが再び買いに入ります。4ヶ月ほどかけて半値戻しを試した後、株価は暴落し、2年後の1932年7月にはなんと 4.4 ポイントまで下落してしまいます。高値からなんと 86% もの下落です。次に同じようなことが起きたのは1973年です。サマーラリーが起きた後に当時の高値である 119.87 ポイントをつけ、半年間かけ 15% 程度下げ、その後半値戻しが起こり、その後また暴落が来ました。3回目に起きたのは2000年のテックバブルです。ナスダックは2000年3月に当時の高値をつけた後大きく下落、半値戻しを経て高値から 80% 程度下落しました。2022年現在も過去のこのようなパターンに非常に似ているとジェレミー・グランサムは言っているんです。一方でこうした考えが馬鹿げていると反論する主張の中に、現在は経済が非常に強いというものがあります。失業率は 3.5% ポイントと歴史的に低いところにあり、労働市場はタイトで人々は好んで消費をしているように見えます。しかし経済データは常に現実に対して遅れて出てきます。現実は常に変化していますが、データは現実についていくことができず、下方修正という言葉でどんどん修正されていくんです。例えば2000年や2007年の時も企業の収益や雇用などの主要データは大幅に下方修正されました。いわゆるベアマーケットラリーが発生するのは、通常この現実とデータの間にラグが発生している時なんです。そしてジェレミー・グランサムは、次の大きな暴落が起きるときは企業の収益は大幅に悪化しているだろうと予測しています。インフレが起きている中で現状の PE レシオである20倍は正当化されがちですが、企業の利益率が低下すれば、もちろんこれが歴史的な平均値である15倍まで押し戻されるのは当然の流れとも言えます。ジェレミー・グランサムは、現在我々は深刻な問題に直面していると言っています。短期と長期の問題に分けて指摘していますので、それぞれ見ていきましょう。短期的な問題の一つ目は戦争によってもたらされました。ウクライナの戦争によって世界は深刻な食料とエネルギー問題に直面しています。例えば肥料です。ロシアとベラルーシで世界の主要な肥料の 40% をも占めているんです。これは作物を育てるために欠かせない肥料であり、これが世界の食料供給量を減少させることは簡単に想像することができます。エネルギーショックはヨーロッパで深刻さを増しており、リセッションが起こることはほぼ確実だと言われています。グローバル経済は確実に悪くなってきているんです。2つ目は中国です。中国は世界で2番目の経済大国であり、過去30年において世界の経済を引っ張ってきました。そしてその中国が大きな問題に直面しています。ゼロコロナ政策と不動産バブルの崩壊です。中国の不動産は現在非常に大きなストレスにさらされており、一部では銀行の信用問題にまで発展しています。不動産は中国において GDP の3割を占める大きなセグメントです。中国の経済成長率低下は確実に世界にダメージを与えるでしょう。3つ目は金融引き締めです。 FRB はインフレ退治のために金融引き締めを継続するとの強い意志を示したことは記憶に新しいかと思います。歴史的に見て金融引き締めとその後の企業の収益低下には大きな相関性があり、株式市場には試練が待ち受けている可能性が高いと言えます。長期の問題については、例えば人口問題です。日本でも切実ですが、先進国では今後超高齢化社会に入っていくことは間違いありません。イーロン・マスクがこのままだと日本が消滅するとツイートしたのは少し行き過ぎな感じがしますが、労働人口が減れば高齢者の社会保障費が賄えなくなるのは当然のことです。そして気候変動も大きな問題です。アメリカ、ヨーロッパ、中国、インドなど世界中で河川や湖が干上
干上がってしまう事態が頻発しており、水の確保は極めて切迫した状況にあります。これらが世界の GDP に多大な悪影響を与えることはほぼ確実です。すべてかなり悪い状況ですよね。しかし、これらの理由が株式を売ってしまう正当な理由になるのでしょうか。ジェレミー・グランサムは壮大なフィナーレに備えよと言っています。テック企業はレイオフを積極的に行い、先行きは確かに厳しいものがあり、多くの人が痛みを伴うかもしれません。しかし、長期で見た場合、すべての暴落は大したことではありません。今のところアメリカ経済は過去のすべてのリセッションを乗り越え、その度にイノベーションが加速し、経済は成長し続けてきました。いつの時代も深刻な問題があり、その度に株を売るべきだという意見はありましたが、市場はいつも上昇し続けてきたんです。もちろん多くの人が資産形成のために30年も40年も待てるわけではありません。大事なことは暴落したらそれをチャンスだと捉え買い向かう勇気を持つこと。株だけに頼らず安定的な仕事を持ち定期的な収入を絶やさないこと。副業などで複数の収入源を確保することなどです。もちろんドルコスト平均法でインデックスを買うことも忘れてはいけません。ジェレミー・グランサムはレポートの中で一度も株を売るべきだとは言っていません。市場がこのまま下落し続けるのか、それとも底を打ち再び上昇基調に戻るのか、それは誰にもわかりません。私たちにできることは資産を多様化させリスクを分散し、万が一の暴落に備え準備を怠らないことではないでしょうか。